んにちは、ひろじーです。今日も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。私は今、大分道天城インターチェンジから、国道386号線で原鶴温泉方面に向かう途中で、イタリアン&ドルチェ、シトラスというお店に立ち寄っています。こちらのお店は、以前から知っていたというわけではなく、Google で沿道のお店を探していて気になったのと、道路脇ではためくイタリア国旗が目立っていて、すぐに分かったという単純な理由です。ちょうど昼時のためか、駐車場の空きは1台のみ、1階の席は満席で、2階に案内されました。内装は、古民家を移築改装されたのか、中央部に大黒柱がどんと座り、それを中心に、どっしりとした梁が渡された、重厚な造り、壁は土壁風に塗られ、シックな和風の装いで落ち着きます。2階は、テーブル席が5席、13人分の席があります。メニューは、ケーキとソフトドリンクのカフェメニュー、アルコールメニュー。夜の営業は、予約制でのディナーメニューとなっているようです。昼のランチメニューは、6種類の中からの選択メニューでした。前菜は、生ハムやホタテ、豆のトマトソースなど6種盛り。彼女は、サルシッチやとルッコラのトマトパスタ。私は、クワトロフォルマッジを頼みシェアすることにしました。ピザは、ゴルゴンゾーラのほのかな甘みが、モッツァレラの旨みを際立たせ、添えられていた蜂蜜をかけると、また違った味わいでとても美味しかったです。パスタも美味しかったし、このお店は推しのお店になりました。1階のケーキのショーケースを見ると、売り切れが多く、やはり地元の人気店なんだと感じました。私たちも、宿に着いてからのおやつにと、いちごのタルトとチーズケーキを買うことにしました。お店の雰囲気がとても良いと思うし、ケーキや料理もお手頃価格なので、とても良いお店を見つけたと思っています。宿のチェックイン時間まで間があるので、原鶴温泉近くの高山に向かっています。向かっている先には、ご存知の方も多いと思いますが、原鶴温泉や高速道路からも見える、大きな観音様が立っておられます。この観音様は、すべての人々が金運、財運に恵まれ、豊かで幸せな人生を送れることを願って建立されました。お名を、高山昇龍大観音と称し、昇龍観音としては、日本一を誇る、開運、承福の観音様です。チェックインの時間が近づいてきました。国道に戻り、宿に向かいます。これから向かう旅館、豊富は、原鶴温泉街から少し離れた位置にありますが、大浴場や露天風呂、貸し切り湯が気軽に立ち寄り利用できる、地元でも人気のお宿です。豊富さんでは、福岡方面から来る場合、道の駅、原鶴を過ぎた先にあるお地蔵さんを目印にします。そして、横断歩道手前を右折すると、正面に目的の宿、豊富が見えてきます。周りに何もない、田んぼの中の一軒宿のようで良いですね。宿手前の建物は、露天風呂や家族風呂の建物になります。この日は、夕方から翌朝にかけて雪の予報となっていましたが、雪が舞い始める前に到着しました。こちらの旅館、豊富は、私には数少ない、最高の宿の一つです。風除室のイルミネーションに迎えられ、暖かな館内に入ります。数人の立ち寄りを利用する方々の受付を待って、私たちもチェックインを済ませました。こちらの宿は、靴を履き替える必要はないので、そのまま案内されて、部屋に向かいます。こちらではフロントが2階となっていて、私たちの部屋は、階段を上がって3階。
階段を上った場所には、替えの浴衣が置いてあります。静かな廊下を進み、案内されたこちらが、今日の炭屋です。部屋の踏み込みに、外履き、内履きが準備されています。お部屋の様子は、入ってすぐ浴室がありましたので、こちらから見て回りましょう。浴室はユニットバスで、ゆっくり足を伸ばして入れる浴槽と、シャワー、そして小物棚がついた鏡があります。ただ、シャンプーなどは、ここには置かれていません。反対側は、洗面とトイレになっています。洗面所には、ドライヤーや歯ブラシなどが置かれ、シャンプーやリンスもここに置かれていました。浴室を使うときは、ここから持っていけば良いということですね。ハトムギ化粧水とありますが、肌に良いのでしょうか。トイレはユニットトイレで、多少の圧迫感を感じました。けれど隅々まで清掃が行き届き、とても綺麗でした。それでは、部屋に入ります。コロナ対策でしょうか。すでに2組の寝具が敷かれていました。部屋の広さが10畳ありますから、過ごすには何の問題もありません。押し入れには、浴衣や丹前、入浴セットが2組。浴衣は1組サイズが合わなかったので、後で変えます。広縁からは、筑後川の流れがよく見え、春には、窓下の桜が満開になり、見事なことでしょう。広縁の片隅には、冷蔵庫と湯沸かしポットが置かれています。茶室の脇のポットには、冷水が入っていました。この辺りの宿では、この花友禅という茶菓子が定番なのでしょうか。他の宿でも、これだったような気がします。それでは予約時間になりましたので、家族湯に行きましょう。家族湯は別棟になりますので、冬場は途中が寒いですね。こちらは、露天風呂の入り口になります。まだ日帰り入浴の方たちがいるようですね。この球体の頂から流れ出ている湯は、珍しい手湯になります。寒さで凍えた手を温めてくれる。嬉しいお湯です。こちらが家族湯になりますが、洞窟風呂は5から6人が入れる大きさで、他の2部屋は、2人から3人向きのお風呂です。私たちは、ヒノキの浴槽の部屋を借りました。脱衣室は、2、3人向きとしては十分な広さがあります。こちらの温泉は、トロトロした肌触りが特徴的で、pH 8.5 以上の弱アルカリ性単純泉と単純硫黄泉が混ざり合った2つの泉質を併せ持つダブル美肌の湯です。源泉温度が約45度 C ということで、加水も加温もしていない、正真正銘の源泉かけ流しの湯です。外の寒さを忘れる、極楽の湯でした。湯上がりには、セッタを履きやすいよう、宿の親指付きソックスに履き替え、浴衣置き場から、自分に合う替え浴衣を持って部屋に戻ります。先ほどまで舞っていた雪も止みました。まもなく夕食の時間です。夕食は、部屋を移動して、2階の個室に準備されていました。鉄釜からは、釜飯のふつふつと炊ける湯気が上がっています。それでは、
献立を見ていきましょう。バイ貝やカニ爪、柚子チーズ、イイダコなどの前菜6種盛り。マグロ、カンパチなどお刺身盛り合わせ。ローストビーフ。ごま豆腐ウニのせ。そして、和牛すき焼き。それでは、いただきます。食べ始めてしばらくして、新しい料理が運ばれてきました。運ばれてきたのは、温かな料理、茶碗蒸し、小鉢2物、土瓶蒸し、揚げ物の4品でした。中井さんは、料理を配り終わると、固形燃料に火をつけるライターを置いて、すき焼きの説明をされ、退出されました。揚げ物はクリームコロッケ。小鉢は、里芋まんじゅうのあんかけでした。すき焼きコンロに火をつけ、土瓶蒸しをいただきます。土瓶蒸しは、久しぶりにいただきましたが、お出汁が効いて、きのこの香りが優しく、ほっこりしました。釜飯は、きのこの炊き込みご飯。ふっくら炊き上がっていて美味しいご飯でした。すき焼きも出来上がりました。浮橋は、果物の産地、美味しいフルーツです。ごちそうさまでした。食後の一休みの後は、2度目の家族湯です。今度は、洞窟風呂を借りました。大きな岩を積み上げた形で作られている浴槽は、壁や屋根で囲まれてはいますが、隙間が多く、今の季節は、寒く感じます。フロントで、洞窟内に入るまでは寒いと聞いていましたので、覚悟はしていましたが、早々に洞窟に逃げ込みます。湯気にライトが反射して、前が見えません。ライトを消しました。洞窟の中は明かりはありますが、立ち込める湯気でほとんど見えません。手探り、足探りで進みます。洞窟の一番奥では、天井から湯が流れ落ちていました。湯量が多く、滝に打たれるようで打たせ湯にはならないかな。洞窟はかなり広く、5、6人入っても余裕がありそうです。気温は42度 C くらいだと思いますが、洞窟内も暖かいので、10分もすると、汗が吹き出てきます。しっかり温まったので部屋に戻ります。温泉宿に泊まっていて、朝目覚めて最初にすることは、私の場合、朝風呂に入ること。こちらの宇宙大浴場は、早朝6時から入れるようですが、私が来た7時過ぎは、どなたも入っていませんでした。浴場内の窓は少し開けられていますが、立ち上る湯気で、霧がかかったようになっています。それだけ外の気温が低いということでしょうか。この大きな浴場を、貸し切り状態で使える贅沢さ。他のお客さんは、まだお休みなのでしょうか。朝食前のひととき、美肌の湯を堪能します。そろそろ食事の時間、部屋に戻りましょう。朝食は会場食で、大広間に案内されました。焼き魚に焼き海苔、仕切り皿には明太子、ひじきの煮物など、
別皿にイカの刺身、野菜サラダと、ほぼ定番の朝食メニューです。ごちそうさまでした。部屋に戻り、旅支度を整え、10時にチェックアウトします。お世話になりました。さて、今回の宿泊料金ですが、スタンダード快適プラン、貸切無料利用で、定額2人3800円、福岡県民割1万円と、じゃらんポイント800円を使って、1人当たり1万円ぽっきりでした。また、地域クーポン4000円分をいただきましたので、その分割引感があります。昨日、宿の窓から山の中腹あたりに、赤いものが縦に並んでいるのを彼女が見つけ、鳥居ではないかと、地図を頼りにやってきました。そこは、地元の人がたくさん訪れる、浮羽稲荷神社でした。私たちも新しい年が、良い年となることを願って、お参りさせていただきました。神社の駐車場を探したり、参拝で時間を費やし、もう、お昼を随分回っていました。道の駅で、いただいたクーポンで買い物を済ませ、食事をしてから帰ることにしました。店内は、新しい年に向けて買い物をする人で溢れていました。買い物を済ませ、道の駅内にあるレストランに寄りました。昼を過ぎているためか、店内は閑散としていました。このレストランには、地元のブランド豚を使った人気ナンバー1と謳うとんかつ定食があるようですが、彼女はカツ丼を、私は定食メニューの中から天重を注文しました。この天重、最初からタレがかけられているのではなく、後から別タレをかけるもので、私はそれが気に入りました。最近は高速道のサービスエリアでのグルメに人気がありますが、道の駅で提供されるグルメも美味しくなりましたね。展望テラスにいた猫ちゃんです。買い物袋に入っているお土産の匂いを嗅ぎつけて近づいてきました。ごめんね。お正月の食べ物だからあげられないよ。しばらく後ろをついてきましたが、そろそろお別れです。そして、ここまでご覧いただいている皆様とも、今回はここでお別れです。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。新しい年が、皆様にとって最良となりますようお祈りしつつ、お別れします。さようなら、お元気で。